ポインターとかでちゃんとポイントして出してくれた方が初心者には向いてるかもしれない。あ、じゃあ全然飛ばない。山でこれは本当にピンチだったんだけど、足が短いじゃないですか。漁の中で大怪我ってしたことありますか？怪我は今のところないですね。ないんですね。はい。すごい。私もないよね。まだないね。ないね。本当にないようには気をつけてるけども、私も気をつけてるけど。あとは車のトラブルが意外と漁ではあ、そうなんですか。どういう？僕はね一度ねジムニーだもんで基本4駆じゃないですか。全然4駆なら問題ないっていうところに入った時に車が4駆に入んなくなっちゃったことがあって、全く出れなくなっちゃって、その時はたまたま軽トラの農家のおじさんが通ってくれたもんでお願いして、ロープとか持ってるからつけさせてもらって引っ張って出してもらったけども、そうだから本当に自分で助かる道は作っといた方がいいのかなとはね。人がいてもロープなければ牽引ロープなければダメだし、本当は1台で行動しない方がいいのかなとは思いますけどね。漁やるときはね。ブレッドちゃんに引っ張ってもらわないと。そうだね、ブレッドちゃんに引っ張ってもらえばいい。あとはどうしてもね、一人の時は親父が千葉に住んでるんですけど、何回かが一緒に静岡千葉って両方狩猟登録してたことがあって、場所が分かるんで、今日はここに入ってるからって山に入る前に言って、もし僕が帰ってこないっていう話があったらそこら辺捜索してくれっていう、そういう話だけはして入ってますね。入団届け的な。そうないからね。父様おいくつで漁今もやられてるんですか？やってますね。はい。73か4どっちか。お元気。そうもしね機会があればね。ぜひ。うちの親父の犬でココモって言うんですけど。ココちゃん。そうココ。ポインターとセターの合いの子で、見た目はポインターなんですけど、やっぱり最近ね、ワンちゃんを使ってる人がどんどん少なくなっちゃってるそうですみたいで、ね。なかなかね、出会えないし、あわよくばミニチュアダックスでやってくれる人いないかなって考えてたんですけど誰もいないですね。ダックスでもいいですよね。鳥だダったらックス日本にはかなりいる犬種ですから。可愛いし。ただね、海外では結構使ってる人多いんですけどね。なんか私が今いさせてもらってる猟隊もやっぱり高齢化でね、犬使いのおじいちゃんが2人いるんですけど、もう2人とも多分70、80とかだからね、その犬使いのおじいちゃんたちいなくなったらどうなっちゃうんだろうってよく話してんだよね。ね、引退されちゃったらどうしようって。せっかくね仲良くさせてもらってるから。そうだね、誰か若い人たちが飼い始めてやってくれればいいんだろうけどね。なかなか犬を維持するって大変だよね。お仕事したりしててね。そうですよね、絶対。まだこういう犬ならね、家にいてもらえばいいんだけど、やっぱ外飼いの大きい犬で多頭飼いっていうとね、大変ですよね。無理かな。いつもだってさ、幼虫もさ、犬の捜索、後半は犬の捜索になってさGPS とか見るやつ持ってないから私たち、でも役立たなくて、もう飼っていい飼っていいってなるんだよね。ワンちゃんはね興味あったんだけど、今うち保護犬迎えてしまったから最近。保護犬なの？そうなんです、そうなんです。パピオンは保護犬じゃないんですけど、その後に今もう一匹いて、それがそうなんです、保護犬を巡り合わせで飼うことになったので、雑種ですね。ポメラニアンとマルチーズなんですけど、サイズ的にはスピッツに近い。不明なんだよね、何者か。結構なんか話はいただくんですけどね、犬やりませんかってね。猟犬やりませんかって。いつも死ぬほど悩んでことは私がやると多分愛玩になっちゃうんで。少量犬だけじゃないんだろうけど、犬と山に入るっていうのは独特な楽しみがあって。そうですよね。そうやっぱね、人で単独でやってるのとはもう全然違うイメージで楽しいんですよね。そう犬が全力でやってくれてるのが分かって、そこに応えなきゃいけないし、外すと犬もねなんとなく分かってる感じなんですよね。そうなんだ。あれって顔するときありますからね。外したのみたいな。そう外したところは動画にあげないですからね。恥ずかしいんで。
かりチャンネル。この回数って思うもんね。びっくりしちゃう。あら、いいのあげあ、て。いい、全然いいよ。あ、外すよ。勝手に入れちゃってるけど、あなた。ブレスト。金物一個。水ちゃんが水没したから。かわいい。かわいい。かわいい。何これ。何これ、お水。何これ。全然大丈夫なんですね。水は大丈夫じゃない。冬でも何これ。あかわいい。かわいいな、お前。何それ。のそのそ、のそのそ。もっさいでしょ。のそのそ。かわいい。ここ普段水がない川なんだけど、今日あってよかった。あ、冷たそうだよね、この。冷たいんじゃないかな。結構冷たいよ。ね。恥ずかしいんで。どうしてもワンちゃんをこう山に入れると家の中に入れづらいなっていうのがあって、はいはいはい飲みとかダニとかはいの話で、それは特にもう気にせずにって感じなんですか？山に行ったら必ず、家に入る前にブラッシングをしてそのままお風呂に入って、これって一応ね、お風呂って言えば2階にお風呂があるんだけど、勝手にお風呂まで走ってくるんあ、ですよ。かわいい。そう、お風呂は嫌いじゃないんですか？嫌いじゃないですね。そうだよね、あんだけ水にジャバジャバ入るんだもんね。フロントラインのスプレーとか吹いておけば大体落ちちゃってるから、スポイトタイプのやつはやっぱ効きが弱くなるのが早いっていうか、その当日スプレーをしてしっかりこうすり込んどけば意外と効いてますね。あと飲み薬のタイプはすごく効くんですけど、一回刺されるもんで、あー、そっでか。それが要は効いて落ちるから、もうひどい時はお風呂で見てついてるダニを取っても取りきれてなくて、朝布団の中にダニいがやー、もう絶対刺されないですけど、もう死にかけてはいるんだけど、うんでもやっぱり気うわ持ち的いたってにね思うと、それがね、家族にバレるとめっちゃ怒られる。怒られる、はい怒られる。ダニいるじゃんってなっちゃう。いや、怒られる。でもなんかね、これから始める人のためにすごく役に立つ話じゃない？そうですねやっぱ気になるもんそうだよねね、そういうところが。でも大体今ね、ポインターとかセーターとか大きいのは外飼いの人がほとんどだけど、そうですよ家の中でね、飼ってる飼ってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、年中そばにいた方がいいと思いますよ。断然こう呼んだ時に来てくれるっていうか、そういう率信頼感いうのは信頼そうそうねうんすすごいもん、ごいもんね。もうだって一つ一つだもんね。だもんね。今ももちろん獲物を追っちゃえばかなり離れちゃうんですけど、僕はもう本当離れられずに追いつけるようにいつも調整して動いてるんですけど、今年1回置いてかれちゃって、う、もう転んじゃったんですよ、山の中で。はいはい。で気づいたら、いなくなってて、ですごいタイミングが悪くてすぐそばでキジが鳴いたんですよ。うんもうそっちだと思ってそっち行っちゃったら、別の獲物を追っかけてて、後からビデオを撮ってるのを見返したら全く反対方向に走ってるのが映ってて、で別れちゃってうん分かんなくなって、で、しょうがないなと思って呼びながら車まで戻って2往復やったんですよ。うんうん。そしたら2往復でして車に戻ったら先に車に帰ってました。はい、よかったと思って。だからどっかで落ち合うかなと思ったけど、結局自分の通っただろうって想定してた方向が全く違ったんで、全く違うところから一人で帰ってきたんですね。可愛いな。おいいい子だね。いい子だね。そっから音が鳴るやつ、ドッグソナーっていうんですけど、鈴だと鳴りっぱなしになっちゃうもんで、犬が動かなくなると鈴も動かなくなっちゃうんで、このドッグソナーっていうのは犬がポイント動作っていうところ動かなくなると逆に断続音に切り替わるもんで、犬の位置が分かるんですよ。そういうのをつけてて、へーだから犬が本当例えば何かの調子で動けなくなっちゃったとか罠にかかっちゃったってなった時は、それで位置が分かるかなってとこと、あとちょっと離れても犬がどこにいるかっていうのが音で分かるもんで、それをつけてから逆にちょっと取りやすくなりましたね。少し犬を今までよりも広い範囲で動かせるようになったんで、本来ポインターとかセターとかでそのドッグソナーを使い始めて結構皆さん取れるようになったんじゃないかな。へー。意外とその調量って難しそうなんだけど、すごいシステマチックでちゃんとしたその猟犬を使ってれば、ミニチュアダックスはかなり密室なんですけど、ちゃんとポインターセターであればこう犬が探して見つけてくれて、その発信音を聞き取って人間がその後ろについて犬のポイントしてる方向でだいたい鳥のいる位置が分かるんで、
犬の後ろに回ってコールをすると犬が飛び込んで鳥を出してくれる。でそこを落ち着いて、トラップ射撃と一緒なんで撃てるんで意外と難しくないです。楽しいイメージあるよねどっちもなんかこう不測の事態がなんかもうまず漁自体が不測の事態でワンちゃんが不測の事態でみそうたいなだもんで普段の多分訓練が重要になってきてそうですよね、すごいくない？すごい調理をやりたい人の参考になる動画すごくないもんそれだかねすごく前は本当にゴールデンウィーク前まではね一生懸命山っていうか生地のついてるところにいてまだ並走してないもんでその時期まではこう追いかけさせて匂いを覚えさせてっていうところタックスでそんなあんまり意味がないんでやらないですけども友達のこう協力で飼ってる人なんかのお付き合いでね一緒に行ったりはしますけどねゴールデンウィーク過ぎると今度卵を抱えちゃうし夏場はヒナがいるもんでできるだけねちょっと本当にいるところでいや持って帰りたいうちのと交換しちゃおうかなうちの悪いボードいや長猟犬として今から訓練手伝いますよ確かうちの冷凍庫にまだ1匹小樹形が入ってたはずなんで戻ってこないよね多分うちのそうね最近の保護犬の方はもう大悪い子でパパがしかも大好きなのが見ててわかるからさいいよねでもどっか行かないからね安心だよねやっぱこう山の中でこうノーリードで犬を離すってことはすごいリスクがあるから、そうですよね基本で街中じゃノーリードなんてありえないしいつね車にひかれちゃうかわかんないし子供たちが走れば追っかけていくだろうしやっぱりそういうのはね気をつけないといけないんだけどあれなんですかこの性質としておっとりさんなんですかそれともある程度このおじいちゃんになったからおっとりなんですかいや変わんないですねあんまり性質おっとしてとりでもないですよそうだから今はこうやって落ち着いてるけどねやっぱりイノシシとかいればねワンワン吠えてっちゃうしそうかそうでもぜひねのぞみさんたちがこうせっかくね銃の免許も取ったんでなんかこう長猟をやりたいやなーってってほしい思ってるんですですよね動画楽しみにしてますはいなんかこれから始める人に一言もらういただきましょじゃあこれから始める人にカメラに向かって一言いただいてもいいですか鳥猟なんですけどもそれなりにこう難しさはあると思うんですけどもやっぱりこう昔からシステマチックにこう発達してきた猟ですからかなり昔からね同じ形で猟がやられてますで、今はねそのドッグソナーとかしっかりこう使うことができて犬の位置をこう見失ったりしなくなっているものですから、ぜひこう犬がポイントした時のその興奮ですとか自分が落とした獲物を犬が回収してくれた時の楽しみですとか犬とのコミュニケーションをねぜひこう体験してもらいたいなって、ブレッドができてるわけじゃないんですけどもそういう世界がね鳥猟には待ってますからまた大物猟にはね大物猟単独猟には単独猟のこう楽しみがあると思うんですけども、一つの猟の形として皆さんがもし興味があったらぜひやってもらいたいなと考えています。もちろん射撃の練習もねしっかりやってもらって銃の取り扱いですとかそういったところがね問題ないようにしていただいてそれからの実践でやってもらいたいと思います。以上です。長猟について気になる人はブレッドガンドッグさんの動画をぜひ見てくだもう一回テイク2長猟が気になる人はブレッドガンドッグさんの動画をぜひ見に行ってみてください。概要欄にブレッドガンドッグさんのチャンネル貼り付けておきます神も最悪見れた嬉しいいかがでしたでしょうか。今日はブレッドガンドッグさんに会いに来ました。そしてブレッドちゃんすごいいい子ですね。お鳥さんで可愛いですね。すごくこう長猟のためになる話が聞けましたので私もすごく勉強になりました。これからもですねいろいろな動画を配信していきますのでよろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。それではまたお会いできる日を楽しみにせーのさよなら。